今回は先日販売された F4E ファントム2の飛ばし方について簡単に解説します。この動画の主な目的は滑走路からファントム2を飛ばすのに必要なキーの割り当てを確認することにあります。それでは早速始めていきましょう。まずこのゲーム開始画面においてミッションエディターをクリックしてミッションの作成を行います。今回は無料でダウンロードできるマリアナを選択します。国家は USA を選択してタイプから F4E45MC を選択します。選択が終わったらマップ上クリックをします。ペイロードをクリックしてペイントと武装を選択します。いろんな国のペイントがあって日本のペイントは JASDF になります。航空自衛隊イコールジャパンエアセルフディフェンスフォースですね。いろいろなペイントがありますね。今回はこのペイントにしようと思います。続いてタイプをテイクオフフォームランウェイにします。こうすることで航空機が滑走路から飛び立つ手前の状態から開始できます。最後にスキルをプレイヤーにします。これを忘れると航空機を自分で操作できなくなってしまうので注意しましょう。よし、無事に滑走路に機体がある状態から開始できましたね。それではファントム2を滑走路から離陸させるのに最低限必要なキーの割り当てを行っていきましょう。私はこちらのフライトスティックとラダーペダルを使用しています。ファントム2を購入した後飛ばそうとしたら一切フライトスティックにデフォルトでキーが割り当てられていませんでした。私と同じような状態にある人もいるのではないかと思いますので一緒に確認しながらキーを割り当てていきましょう。今回はピッチ、ロール、ラダー、スロットル、ブレーキを割り当てていきましょう。まずエスケープキーを押してコントロールオプションズを開きましょう。フライトスティックにピッチ軸を割り当てるためにアクシスアサインをクリックしましょう。私はサイテック X52 を利用しているので X52 と書いてある列とピッチと書かれている行が交差するところにカーソルを合わせます。そしてダブルクリックをします。キーボタンをクリックしてジョイ Y を選択します。続いて右クリックをして入力の微調整を行います。ここでは皆さんの感覚に合うようにスティックを動かしながら入力と出力を調整してみてください。続いてロールに軸を同様に割り当てていきます。ジョイ X を追加して入力と出力を調整します。続いてラダーにも軸を割り当てます。ジョイ RZ に割り当てます。これも同様に入力と出力を調整します。そしてスロットルにはジョイ Z を割り当てます。私のフライトスティックでは左右ごとにエンジンスロットルを調整できないのでスロットルボスを選択しています。最後にブレーキを割り当てていきます。デフォルトだと D キーで左右のホイールブレーキを同時に使えるのですが今回は左右のブレーキそれぞれに軸を割り当てます。ラダーペダルのジョイ X に左ブレーキ、ジョイ Y に右ブレーキを割り当てます。これまでと同様にレッドゾーンを調整することで入力と出力を調整します。それとこのままだとペダルを踏み込んでいないのに常にブレーキがかかっている状態になっているので調整を行います。インバートにチェックを入れることでこの状態は解消されます。
これで機体を滑走路から離陸させるのに必要最低限のキー割り当てが終了しました。それではブレーキをかけながらスロットルを上げていき、アフターバーナーを点火します。機体が動き始めたらブレーキをリリースします。速度が上がってきたらゆっくり操縦桿を引き上げていきましょう。動画内の私は外部視点から操縦しているので非常に危なっかしいです。ランディングギアは G キーで操作します。視点操作についてですが F1 キーでコックピット視点、 F2 キーで外部視点になります。また2キーを押せば後部座席視点に移動できます。最後にファントム2を少し飛ばしての感想についてですが、重たいというのが第一印象でした。 BCS でいろいろな機体を飛ばしてきましたが、初飛行の段階で飛ばしてみて違和感を強く覚えた機体はファントム2が初めてでした。今はある程度飛ばしたり CPU の MiG-21 とドッグファイトをしたりして機体に慣れてきたので違和感はなくなってきました。あとサイドワインダーやスパローの発射について個人的にいろいろ調べてバグみたいなものも発見しました。それらを踏まえて武器の発射などについても今後動画にしていこうと思います。本チャンネルは厳密な手順で航空機を操作するよりも気楽に航空機を飛ばすことを重視しているので、そこまで専門的な解説などは行わず、ゲーム内で航空機を操作するのに最低限必要な説明や解説を行っていきます。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。